皆さんこんにちは。ゆるな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本の文化や日本語について、そして私が日々感じていることなどについて自然な日本語でお届けしています。教科書とかにはね載っていないようなネイティブが使う表現とか言い回しの部分もぜひ拾ってみながらこのポッドキャストを聞いてみてください。それでは本題に入る前にいつもの紹介コーナーをしようかなと思います。今日はですね、ちょっと食べ物を用意してきました。最近ね、私めちゃくちゃ忙しくて、本当に寝る時間がないぐらい忙しくて、何してるかっていうと、毎日ね、オンラインレッスン、生徒さんがいるので、オンラインでレッスンをしてるんですけど、オンラインレッスンもたくさんやっていますし、今ね、実は、これから会社をね、作るんですけど、その会社の設立のための準備だったりとか、あとね、一番大きなプロジェクトがあるんですけど、今ね、日本語のね、教科書アプリを作ってるんですね。で、私日本語を教えていく中で、たくさんもっとこういう解説をしたいなとか、生徒さんからこんなことを聞かれて、解説したこととかをね、全部まとめた教科書っていうのをね、今作ってるんですね。もうそれが本当にね、大掛かりな大きいプロジェクトで、本当に時間がないです。はい。そんな中でね、ちょっと私もご褒美を自分で買おうと思って、今日は私の大好きなミスタードーナツを買ってきました。皆さんミスタードーナツって知ってますか？日本ではね、結構有名なドーナツチェーンなんですけど、私ね、このミスタードーナツの、ポンデリングっていうドーナツがめちゃくちゃ大好きなんですよ。これ知ってるかな？私はね、このチョコのポンデリングが一番好きなんですけど、どんな形してるかっていうと、こんな形ですね。はい。こんな感じで、丸いちっちゃいドーナツが輪っかになっててくっついてる。で、中にね、クリームが入ってるんですけど、これがね、大好きなんですよ。はい。これをね、一つ買ったのと、あともう一個多分今の期間限定だと思うんですけど、レギュラーのメニューじゃないんだけど、じゃじゃーん。見えない。これ何かっていうと、抹茶です。抹茶のチョコドーナツ。これね、ずっと食べたくて、買っちゃいました。はい。ということで今日はちょっと食レポですね。これ食レポってみんな聞いたことあるかな？食事をしたレポートですね。どんな感想だったかをちょっとみんなにも伝えながら、このドーナツを食べていきたいなと思います。まずは私の大好きなポンデリングから、はい、食べます。ミスタードーナツって皆さんの国にもありますか？どうかな？私ね、前にフィリピンに住んでたことがあるんですけど、フィリピンにもね、ミスタードーナツがあったんですよ。しかもセブンイレブンのコンビニの中に、ちっちゃいね、ミスタードーナツがあったんですよ。でも、日本のミスタードーナツとフィリピンのミスタードーナツ全然違くて、すごくびっくりしたのを覚えてます。そう、フィリピンのミスタードーナツにはこのポンデリングがなかったですね。はい。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。美味しい！もちもち！私のこのポンデリングが好きな理由は、このね、生地っていうのかな？ドーナツの部分がもちもちなんですよ。美味しい！で、これは中にね、クリームとかも入ってるので、本当に大好き。私もともとは甘いものあんまり好きじゃなかったんですよ。小さい頃。ショートケーキとかも結構苦手な子供だったんですよ。でも昔からチョコレートは大好きで、チョコレートのケーキとかをね、いつも誕生日にリクエストしたりとかしてたんですけど、皆さんはどうですか？甘いの大好き？私ね、ホイップクリームがちょっと苦手だったんですよ、ちっちゃい頃。でも大人になってからね、食べれるようになって困っちゃいますね、本当に。そう、食べれるようになっちゃって、むしろ大好きになっちゃいました。めっちゃ美味しい。じゃあちょっとチョコの部分も食べてみようと思います。幸せ。美味しい。そう、私はすっごい頑張って疲れた時とかはよくドーナツを
食べたりします。ドーナツ、ドーナツ屋さんっていっぱいあると思うんですけど、私はこのポン・デ・リングがめっちゃ好きなので、よくミスタードーナツに行きますね。はい。皆さんはドーナツ好きですか？そう、もう大人になってからの方がね、甘いもん大好きになっちゃいました。じゃあちょっとこっち側の抹茶の方を食べてみようと思います。これね、初めて食べます。チョコのドーナツに抹茶がコーティングされてるやつですね。いただきまーす。待って、美味しいめちゃめちゃ美味しい。このさっき食べたポン・デ・リングと全然食感も味も違いますね。こっちのドーナツは結構ザ・ドーナツって感じで、なんかホロホロしてる感じもう生地がちゃんとドーナツって感じですね。で、抹茶がかかってるんですけど、結構苦めの抹茶の味ですね。苦い抹茶のチョコレートですね。多分、こっちも多分チョコレートなんだと思うんですけど、抹茶がかかっていて、すっごい美味しい。大好きこれ。そう、私甘すぎるものは今でもちょっと苦手なので、ちょっとビターな方が好きですね。めっちゃ美味しい。美味しいです。もう抹茶大好きなんですよ。なんか最近海外ですごい抹茶流行ってますよね。皆さんの国では抹茶流行ってますか？どうかな？もうなんか抹茶がなくなってきてるって言いますよね。すごいもう人気すぎて海外でもなくなってきてるって聞いたことがあります抹茶がなくなったら本当に無理かも大好きなんですよ抹茶。美味しい。ちょっとお水飲みますね。ちょっとね、残りは後でゆっくり食べようかなと思います。はい、ということで今日紹介したのはミスタードーナツのドーナツでした。はい、ポン・デ・リングと抹茶のチョコレートドーナツですね。これを皆さんに紹介しました。ぜひ日本に来たらミスタードーナツね、おすすめです。結構リーズナブルだし、昔はねもっと安かったんだけど、今もリーズナブルで食べれるし、すごく美味しいドーナツなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。そう、今ね、本当はね、実は私ね、本当は、ミスタードーナツで最近めちゃくちゃ人気のモッチュリンっていうドーナツがあるんですよ。最近発売されたばっかりかな。モッチュリンっていうめちゃくちゃすっごい今人気のドーナツがあるんですよ。本当はね、それを食べたくてドーナツ屋さんに行ったんだけど、モッチュリンっていうそのドーナツは売り切れちゃっていて、しかもね、時間制で数量限定だったんですよ。私が見に行ったお店は、例えば朝の10時に50個限定。しかも1人2点まで。1人2個以上買えないんですよ。とかっていう仕組みになっていて、例えば10時の後は次12時とか、次は2時とか、そんな感じで、時間も個数も買える個数も決まってるっていう感じで、めっちゃ人気で買えないんですよね。そう、モッツァリンって何なのかっていうと、私もね、食べたことがないんですけど、すっごい今日本で話題で、なんか、ドーナツの生地がもちもちしてるらしいです。そうね、めっちゃ食べたいんだけどね、買えないんだよね、なかなか。そう、本当はね、それを買いたくてミスタードーナツ、ミスドって言うんですけど、ミスドに行ったんだけど、なくて。でもまあ、いつも食べたいと思っている、この、ポン・デ・リングと、新しく出ていた抹茶のドーナツがあったので、それをちょっと今日はゲットしてみました。ね、甘いもの食べると幸せな気持ちになりますよね。私はもう甘いものを食べると、もうそれだけで幸せな気持ちになります。たまに頑張った時のご褒美として自分にプレゼントすることがあります。皆さんは甘いお菓子としょっぱいお菓子はどっちが好きですか？しょっぱい派の人もいるよね。私は甘い派だけど、しょっぱい派の人もいるよね。おそらく。ぜひコメントで教えてください。もちろんね、しょっぱいお菓子も好き。
日本で言うとおせんべいとか、あとはそれこそポテトチップスとかね、あると思うんですけど、好きですね。でも最近はポテトチップスはあまり食べないようにしてる。なんでかっていうと、しょっぱいでしょ？すごくしょっぱいから、食べたら次の日めちゃくちゃ顔がむくむんですよ。顔がパンパンになっちゃうので、あんまり食べないようにしてる。でも、大好きです。はい。という感じですね。ということで、早速今日の本題にも進んでいきたいなと思います。ちょっとね、皆さん、いきなりなんですけど、ちょっと質問させてください。皆さん、日本人の言い方って、なんかちょっと遠回りだなって感じたことありませんか？この感覚わかるかな？例えばなんですけど、じゃあ今度またレストランに行きましょう。はい、ぜひまた今度行きましょう。とか、ちょっと考えておきますね。とか。で、これって結局、どっちみたいな。これ行くってことどっちみたいな感じになることがあるんですけど、これ思ったことありますか？多分ね、日本語をたくさん勉強している方とか、ちょっと上級レベルの方は、この日本人の言い方変だなって思うことあるかなと思うんですけど、これね、日本人でもね、どっちってなります。また今度ねって言うんですよ。私も言うんだけど、言われた時は、どっちかなってなります。でもなんかどっちとか関係ないんですよね、正直。また行くかもしれないし、行かないかもしれなくて、どっちでもいいんですよ、本当は。どっちでもよくて、ただ、また今度行こうね。また今度ね。で、OK なんですよ。はい。で、これ多分、日本語をね、勉強している方が、皆さん、これってどっちなのって思ったりとか、行きたいの行きたくないのって聞かれることもたくさんあるので、ちょっと今日これは解説していきたいなと思うんですけども、はい。多分こういう日本語のニュアンスっていうのがもっともっと分かってくるようになると、日本人同士の会話とかももっと分かってくるようになるし、例えばね、今日本語を勉強してる方で、単語とか覚えてきたなとか、文法も結構分かってきた。覚えられてきた。だけど、会話になるとなぜかうまく話せないとか、日本人の言ってるニュアンスをなんか 100% 理解しきれてないなって思うことがね、あるかなと思うんですけど、日本語っていう言語がそもそも、そういう言語、あんまりはっきりものを言わなかったりとか、ちょっと遠回しな表現をする言葉が多いから、多分日本語を勉強してる方はちょっとね、どっちとか混乱しちゃうかなと思うんですけども、この日本語っていう言葉の裏側みたいなものを読むっていう文化が、もともとあるんですよね。そこで今日のテーマです。日本人の本音と建前について今日はじっくりお話ししていこうかなと思います。これね、めっちゃ大事なテーマだなと思うんですよね。日本語っていう、ただただ言葉を理解するだけじゃなくて、日本人のこの考え方とか文化みたいなところを理解すると、もっともっと自然に喋れるようになるし、日本人同士の会話も分かってくるかなと思います。今日はね、ちょっと結構ボリュームたっぷりでいくので、気軽に聞いていただければ嬉しいです。はい。では、それではですね、まず、そもそも、本音と建前って何っていう話だと思うんですけど、まずは言葉の意味からちょっと解説しようかなと思います。で、本音っていう言葉は、本当の気持ちですね。心の中で思っている私の本当の気持ち。例えばこれもね、今日のドーナツ美味しい。これ心の中でも思ってるし、本当に思ってる本音です。はい。で、建前っていうのは、相手とかその場のことを考えて表に出す言葉ですね。すごくシンプルに言うと、心の中が本音で、口に出す方が建前っていうイメージです。で、建前は必ずしも本音ではないということですね。この場の空気を悪くさせないために自分の気持ちを隠して相手に伝える、コミュニケーションを取るっていう方法になります。ちょっと難しいよね。難しいかもしれないんだけど、ちょっと一緒に今日いっぱい解説していこうと思うのでついてきてくれたら嬉しいです。はい。でちょっとね、また深く解説入れていくんですけど、そもそもじゃあ建前っていう言葉、もともとどんな意味だったと思いますか？
建前ってどんな意味かっていうところが深掘りしていきたいなと思うんですけど、もともとはね、建築の言葉なんですよ。家を建てる時の骨組みのことを建前って言ってるんですね。つまり、外から見える形とか枠組みのことになります。で、表向きに見せる態度とか言葉っていう意味に、どんどんなっていったみたいな感じです。もともとは建築の言葉なんだけど、人と人との間のコミュニケーションで、表向き、表に出す言葉とか態度っていう意味に、どんどん意味がちょっと変わってきたっていう感じです。だから建前って嘘とかじゃないんですよ。嘘じゃない。嘘じゃないんだけど、表向きの顔みたいな感じですね。自分が表に出している顔っていう意味になります。はい。ここもちょっと後で少し深くまたお話ししていこうと思います。はい。よくある勘違いなのがさっきも言った建前はイコール嘘っていうわけじゃないんですね。はい。建前って聞くとね、結構嘘なのって質問されることもあるんですよ。なんですけど、そうじゃなくて日本人はどちらかというと嘘をつくっていうよりは、自分の思っている気持ち、本音を隠す。本心を言わないとか。だからね、ちょっと怖いなとか何を言いたいんだろうって分かんなくなっちゃう人もね、いるかなと思うんですけど、日本人の感覚だと、建前というものは別に嘘をついているっていうわけではないっていうことですね。なので、建前っていうのはどちらかというと、相手を騙すとかじゃなくて、相手のことを傷つけないために、自分はこう思ってるんだけど、相手がそれをそのまま伝えちゃうと傷ついちゃうかなっていう時に、建前を使ったりします。あとはその場の空気を悪くしないため。例えばだけど、5人グループがいて、4人は同じ意見で、自分はちょっと違うなって思った時に、いや、それは違うよって言ってしまうと、この場の空気が、ちょっと悪くなっちゃった。言い方によると思うんですけど、悪くなっちゃったりとかしちゃう時もありますよね。なので、そんな時は、自分の気持ちを隠して、それもそうかもね、みたいな。そういう意見もあるよねって、寄り添うみたいな感じですね。そういう感じ。なので、人間関係を悪くしないため、守っていくために使う言葉になります。はい。もともとね、日本って島国じゃないですか。隣の国が、海を越えて、隣の国なので、この島国同士、この仲間、日本人同士で、例えば仲間外れとかにされてしまうと、逃げ場がないんですよね。だからちょっと島国なので、みんなで仲間意識があったりとか、そういう感じですね。そういったところの文化から多分来ているものになります。で、建前っていうのは、例えば、友達が一生懸命作ってくれた料理があるとしますよね。で、正直食べてみて、あれちょっと美味しくないなとか、口に合わないなって感じたとします。はい。でもそこで皆さんもどうですか？これ美味しくないとか、まずいって言いますか？多分他の国の方も、日本人以外の方も、はっきりまずいっていう人どうなんだろう？多いのかな？どうなのかな？少ないんじゃないかなとは思うんですよね。はい。例えば、美味しいよとか、この味結構好きかもって言ったりとかすると思うんですよね。でもこれって嘘じゃないじゃないですか。嘘かもしれない。自分の気持ちに対して嘘をついてるかもしれないけど、でも相手を騙してやろうと思ってついた嘘じゃないじゃないですか。なので、ただ相手の気持ち、その料理を作ってくれた友達の気持ちを思って、本当は美味しくないんだけど、こういう味好きだよって言ったりとかするんですよね。なので、相手の気持ちを大事にしたいだけなんですよ。だから建前っていうのは、思いやりから出てくる、優しい言葉だなとは私は思っています。はい。ここをね、嘘をつく文化なんだとかと捉えちゃうと、日本人とのコミュニケーションで、建前喋ってる、もしかして嘘ついてるってなっちゃうので、そうじゃないよってところだけ、覚えててほしいし、相手への思いやりとか優しさの、一種なんだなって覚えておいてくれると嬉しいです。はい。で、ここからね、ちょっと具体的な例を見ていきましょう。一番わかりやすいのが、何かを誘われて断る時のシチュエーションですね。この時によく建前を日本人は使います。例えばある日、
知り合いからこう言われました。今度ご飯行こうよ、みたいな。でも私の本心は、正直あんまり行きたくない。週末も忙しい、予定詰まってるってなった時に、皆さんだったらどう言いますか？ごめんみたいな。行きたくないですって言う？どうかな？日本人ならどう言うと思いますか？おそらく日本人は人によるとは思うし、関係性にもよるんだけど、行きたくないですってはっきり言う人はほぼいないんじゃないかなと思います。日本語だと行きたくないですっていうのは結構強く聞こえちゃうんですよ。なんか相手をこう突き放しちゃう感じ？誘ったのに迷惑だったのかなって思っちゃうぐらい、なんか行きたくないですって言われちゃうと、ごめんって誘った側がなっちゃうんですよね。はい。なので突き放すような冷たい感じになってしまうので、じゃあ逆にどう言うのか。日本人はいつもどんな風に言うのか。断るときですね。どんな風に言うのかというと、いいですね。ちょっと予定確認してからまた連絡しますとか。最近ちょっとすいません。バタバタしてて、ちょっとこのバタバタが終わったら、またぜひ誘っていただけませんかとか。あとは、すいません。ちょっと今タイミングがちょっと忙しい時期で、またタイミングがあったらぜひとか。はい。これめっちゃ日本人っぽいと思います。はい。このフレーズよく使います。予定を確認しますとか、落ち着いたら連絡しますとか、タイミングが合えばぜひ行きたいですとか、はい。全部ね、これ、今すぐ約束したわけではないですよ。今の約束じゃないんですね。はい。行くとも言ってないし、行かないとも言ってないんですよ。ふわっと未来の予定にボールを投げてる感覚ですね。これが柔らかい断り方の正体になります。確かに、最近ちょっとバタバタして落ち着いたらぜひって言ってくれたら、今は予定が合わないだけなんだなとか、今は忙しいだけなんだなって誘った方も、誘ったことに対して後悔しないし、ごめんねって気持ちにもならないですよね。もちろんみたいな。次また予定があったらぜひ行こうねって話が丸く収まると思うんですよ。だけどここで、じゃあ今度ご飯行こうよって言った時、いや、行かない、行きたくないって言っちゃうと、じゃあもう誘いたくなくなりますよね、その人のこと。はい。なので、相手に不快な気持ちにさせない、いい形でこの会話を終わらせるために、最近ちょっとバタバタしててとか、またタイミングが合えばぜひぜひって言ったりするんですね。はい。で、ちなみにこのバタバタっていうのはオノマトペですね。バタバタ。これ忙しい時とかによく使います。バタバタしてる。忙しく、時間がなくて忙しい時にバタバタしてるって使います。ごめんなさい。ちょっと今日はちょっとタイミングが合わなくてって言った時の本音の気持ちは、行かないって気持ちなんですよね。本音の部分。今日はちょっと本当に仕事が忙しくて予定が空いてないパターンもあるし、気持ちが乗っていないっていうのは、本音の部分だと思います。ちょっと冷たく聞こえるかもしれないんですけど、これは別にあなたのこと、誘ってくれた人のことが嫌いとかじゃないんですよね。この場の雰囲気を悪くしたくないし、あなたとの誘ってくれた人との関係を悪くしたくないから、そういう建前を使ってお断りはするっていう感じですね。はい。でもし今日本語をね、勉強している皆さんに向けて、ちょっと使えるヒントじゃないですけど、もし日本人の方に、例えば誘われて、明日どっか行かないとか、カフェに行かないとかで誘われた時に、もし断りたいって思った時は、ごめんなさい、行きません。じゃなくて、ちょっと予定を確認してから連絡しますとか、ちょっと今バタバタしてるから、また今度誘ってくれませんかって言ったりすると、相手にとっても別に嫌な気持ちにならない断り方になります。はい。逆に言うと、日本人の人を誘ったとき、皆さんが、例えば仲良くなった日本人と、例えば明日映画に行かないって言って誘った場合は、ごめんね、ちょっと今わかんないから確認してから連絡するねって言われた時は、もしかしたら行きたくないのかなというか、本当にバタバタしてるのかなって思ったりする。はい。そんな感じで大丈夫です。やんわりノーを言ってるんだろうなっていうサインとして受け取っていただいていいかなと思います。はい。逆にね、本当に行きたい時の日本人は、いいですね。じゃあ、
今度ご飯行くとしたら、来週の金曜日とかどうですかって、具体的な日にち自分から出しますよね。この人と本当に行きたいと思っていたら。ここがちょっと見分けるポイントかなと思います。はい。であとはね、魔法の言葉があります。皆さん多分知ってると思う。聞いたことがある言葉だと思います。そう、これ魔法の言葉なんですけど、大丈夫ですね。はい。大丈夫はとっても便利な言葉ですね。はい。多分ね、皆さんも大丈夫って言葉を勉強したことがある方、多分わかるかなと思うんですけど、ちょっと日本語を勉強する上で、ちょっとわかりづらい言葉だと思うんですよ。はい。大丈夫です。ちょっと厄介な言葉ですね。なんで厄介かっていうと、大丈夫ですという言葉は、イエスの意味にも、ノーという意味にもなるからなんですね。じゃあ、例えばでいくと、例えばコンビニ皆さん行くとしますよね。コンビニに行って、お会計をするときに店員さんから、袋いりますかって聞かれたときに、大丈夫です。はい。この大丈夫です。どっちだと思いますか皆さん。これイエス、欲しいの方か、いらないの方か、どっちかわかりますか？大丈夫です。はい。これは、正解は、ノー、いらないよっていう意味の大丈夫ですですね。よくジェスチャーとしては、大丈夫です。いらないときはこうやって言ったりしますね。あとは、二つ目でいくと、重い荷物を運ぼうとしているときに、友達に、それ手伝おうかって聞かれたとします。大丈夫大丈夫。これどっちだと思いますか？この大丈夫どっちだと思いますか皆さん。実はこの大丈夫は、ノーセンキューの方ですね。自分でできるから大丈夫だよの大丈夫です。ちょっとややこしいですよね。難しいですよね。はい。っていう感じです。あとは他に3つ目でいくと、体調が悪い時とかですね。例えば、友達から、体調悪そう、顔色が悪いけど大丈夫って聞かれた時に、大丈夫。これはどっちだと思いますか？イエス？大丈夫の方？それとも大丈夫じゃない方？はい。この大丈夫は、問題ないよ、平気だよの大丈夫ですね。そう。これはイエスの方の、本当に大丈夫っていう方のイエスの意味の大丈夫です。こんな感じで全部ニュアンスが違うんですよ。同じ大丈夫ですっていう言葉なんですけど、ニュアンスが違いますね。はい。なんでこんなに日本人って曖昧な表現をするのかっていうとですね、もしかしたら海外の言葉にもあるのかな？大丈夫と同じように使うものありますかね？どうかな？多分同じような言葉ありますよね。ちょっとさっきさ、ドーナツ触ったからチョコレートついちゃったからちょっと拭きます。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ティッシュで拭きます。チョコレートついてたの今気づいた。危ないですね。服とかについたら汚れちゃう。はい、失礼しました。はい。ちょっとね、なんでこんな日本人って曖昧な言葉を使うのかっていうのもちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、理由は多分はっきりいりませんとかやめてくださいとかを強く言うと結構強い言葉に聞こえちゃうからなんですね。例えば、コンビニに行ってお会計した時に袋いりますかって言われて袋いりませんってストレートに言っちゃうとちょっときつく聞こえるんですよね。だから大丈夫ですっていう言葉を使ったりします。はい。袋いりますかって聞いてくれてることへの感謝の気持ちも込めて、袋いりませんって言っちゃうと、その袋いりますかって聞いてくれたその気遣いの気持ちまでも否定しちゃうような気がするので、いりませんって言っちゃうとね。なので、大丈夫ですよってやんわり断るっていうのが、日本人としてよく使う表現の仕方かなと思います。これをね、結構クッション言葉って言ったりするんですけど、はい。これも、建前の表現の一つかなと思いました。はい。じゃあ皆さん、日本語を勉強している皆さんは、どうやってこれ見分ければいいのかって話ですよね。これはどっちの大丈夫だっていう話だと思うので、はい、ちょっと何を聞かれたのかセットで考えることがおすすめなので、ちょっと紹介します。例えば、いりますか？袋いりますか？とかって聞かれたときは、大丈夫です。これはね、80% ぐらいいらないです。はい。大丈夫ですって言われたときは、80% ぐらいいらないです。例えば、この時、
いりますか？袋いりますか？って聞かれたときに、あ、大丈夫です。お願いしますって言われたときは、いります。ただ、大丈夫ですって言われたときは、ない、いらない。大丈夫です。お願いしますって言われたときは、いる。はい。って思っといてください。はい。あとは何々しましょうか？例えば重い荷物を持ちましょうか？とか、これを運びましょうか？って言われた時に、あ、大丈夫ですって言われた時は、これも 80% ぐらいノーです。しなくていいよっていうことですね。はい。あとは例えば、体調は大丈夫？体調は平気ですか？今は元気ですか？って聞かれた時も、これに関して大丈夫って言われた時は、多分イエスの方です。元気だよとか、そういう意味の、イエスの意味の、はい。大丈夫っていう言葉になります。はい。これ質問の形とセットで覚えておくとぐっとわかりやすくなるかなと思います。いりますか？からの大丈夫ですは 80% がいらないと思っていて大丈夫です。何々しましょうかって言われた時の大丈夫ですは、これも 80% ぐらいいらないってことですね。例えば元気って聞かれた時に、あなたは今元気ですかって聞かれた時に、元気だよって言われたら 80% ぐらい大丈夫です。ただ、この大丈夫もトーンでかなり変わってきますね。今元気って言われた時に、大丈夫だよって言うと、本当に大丈夫ってなる。なので、声のトーンとか表情とかニュアンスみたいなものも、この大丈夫にはとても必要な要素かなと思います。はい。あとはですね、皆さんこれ聞いたことあるかな？日本人はこれめちゃくちゃやるんですけど、社交辞令って言葉聞いたことありますか？社交辞令。これもめっちゃ日本人使うと思うんですけど、社交辞令ってじゃあ何なのかっていうとですね、人付き合いとか人間関係を、スムーズにするもの、円滑にするための、形だけのお決まりの言葉があるんですよ。はい。例えばこういうやつですね。また今度ご飯行きましょうねとか、今度ぜひ遊びに来てくださいとか、すごいさすがですねとかも、社交辞令と呼ばれる言葉になります。はい。例えばまた絶対ご飯行きましょうって言った時も、これね、言われたら、あ、本当に行くんだとか、今度うちに遊びに来てくださいって言われた時に、あ、本当に家に呼んでくれるんだって普通に思っちゃいますよね。はい。でも日本ではこれ結構挨拶代わりに使うことが結構あるんですよ。はい。で、ここまた誤解をしてほしくないんですけど、嘘をついてるわけじゃないんですね。社交辞令の言葉の裏側にあるのは、例えば、今度うち遊びに来てくださいって言われた時は、別に遊びに来てほしくないと思ってるわけじゃないんだけど、決まりのセリフみたいな感じでただ言っているっていう感じですね。はい。なので言葉の裏側にある本当の気持ちは、今日は楽しかったですよとか、あなたとの時間楽しかったからまだ過ごしたいですとか、これからもいい関係でいたいですよっていうポジティブな、むしろポジティブな気持ちです。はい。ですね。で、行きましょうねっていうのは、この文字通りプランとか予定という意味ではなくて、あなたに好感を持ってますよ。あなたのことは好きですよっていう、サインみたいなものですね。はい。なので、今度またご飯に行きましょう。あなたのとの今日の、例えばレストランでの食事の会話が楽しかったから、また行きましょう。あなたのことが好きですよっていう気持ちをポジティブに伝えているっていう感じです。で、さっきのね、話した内容ともつながるんですけど、本当に行く場合は、必ず具体的な話になるかなと思います。じゃあ、いつ行く？とか、来週はどうですか？とか、例えばご飯に誘うなら、和食がいい？それともイタリアンがいい？とか、じゃあ後で予定を送りますねとか、具体的に話を進めるかなと思います。本当に行きたいときはね。はい。逆に行きましょうね。また今度ね。行きましょうね。で終わると、これ以上進まない、話が進まなかったら、それを社交辞令ということです。別に悪い気持ちじゃないんだけどね。行きたくないとかじゃなくて、とりあえず今日はすごく楽しかった。また行きたいと思ってるよっていう気持ちを伝えたいからそう言っているっていう感じです。はい。なのでちょっとこれポイントなので、ぜひ覚えておいてくれると嬉しいです。で、もう一つはですね、ビジネスでの世界について建前を、あと褒め言葉についてもお話ししようかなと思います。
日本のこうビジネスシーンとかでは、建前のフレーズめっちゃあるんですよ。例えば、会議とかで自分の意見に反対されちゃうときに、ストレートにその意見ダメですね、とは言わないですね。代わりに、例えば、なるほど、面白いですね。ただ、ちょっとだけ検討させてください。とか、方向性としてはありだと思います。ただ、もう少し詰めましょう。とか、検討しますとか、この話を一度持ち帰りますね。っていうのは、ビジネスの世界では、やんわりノーということが結構よくあります。例えば、営業されるときとか、よくね、あるのは、あるシチュエーションでいくと、なんか Wi-Fi とか、あと、携帯電話の、営業をたまにされることありますね。ショッピングモールとかね。で、話聞いていくうちに、ちょっと自分には今必要ないなって思った時に、わかりました。ちょっと一度検討するので、またご連絡しますね、とか。あと、この話は一度持ち帰ってゆっくり考えてからまた結論を出してお知らせしますとか。これは、ノーですね。基本的には。家に持ち帰ってもその話を思い出すことはないし、検討もしないっていう感じです。はいですね。この感覚皆さんに伝わってるかな？どうかな？結構日本ではよくありますね。あと有名なのが京都の話？皆さん知ってますか？京都。京都って建前の文化がめちゃくちゃあるの知ってます？どうかな？そう、これ半分はなんか冗談みたいな感じに言われるんですけど、例えば京都で腕時計してると、時計してはりますなとか、そう、なんかイントネーション間違ってるかもしれない。私関西弁喋れないから。なんかそうやって言われたとき、これは意味としては、いい時計してますね。いい時計をしてるねって、普通に聞いたら、ありがとうみたいな褒め言葉に聞こえますよね。なんですけど、この建前のブームですね。京都の人が、この時計してはりますなっていうときは、話が長いのでそろそろ帰ってほしいですっていうのを遠回しに伝えてるっていうのがあるんですよ。これね、同じ日本人でもわかんない。そこまでは深読みできない。多分知識として知らないとわからないですね。はい。そう、時してはりますなって京都の人に言われたら、話が長いんで帰ってくださいっていう意味になる。はい。これはちょっと極端な例だし、多分京都の人が全員使うわけじゃないと思う。ほとんどの人は使わないんじゃないかな。私も京都の知り合いたくさんいるけど、言われたことないし、聞いたことないし、コミュニケーションしててなんか、コミュニケーションしにくいなって思ったこともないから、昔ですね、多分、昔そういう文化がきっとあったんだと思います。そう。言葉にはね、表面と裏側ってこの二つの面があるなと思っていて、本当に伝えたいことが別々になっちゃってる。別の表現とか別の言葉になっちゃってるっていうのが結構たくさんね、あるかなと思います。でこれをね、全部、嘘とか、なんか迷惑なのかなっていうふうに捉えるのはちょっと難しいと思うし、大変だと思うので、これは建前の文化なんだなーって、言葉の奥に別のメッセージがきっとあるのかなって、ゲーム感覚で楽しめると、面白いかなと思います。はい。ここまで聞いて、こう思った人がいるかもしれません。日本人って本音言わないの？とか、いつも建前ばっかり言ってて疲れないの？とか、はい。生徒さんから聞かれることもあるんですけど、これ結論から言うと、本音はめっちゃある。心の中でめっちゃ思ってることはたくさんある。もちろんね。ただ日本人はこの本音を出すタイミングと、相手をとか、あと場所とかを選んで自分の言葉を伝えてるっていう感じですね。はい。ここで日本文化を理解するキーワードもちょっと一緒に皆さんで紹介しようかなと思うんですけど、聞いたことあるかな？内と外の関係って聞いたことありますか？そう。内っていうのはインサイド、内側のことですね。例えば内っていうのは自分の家のことも内って言ったりするんですけど、自分にとって近い存在だったり、例えば人で言うと、お父さんやお母さんとか家族のことは内の関係なんですけど、心許せる人たち。
親友とかね。はい。家族とか本当に仲のいい友達のことは、身内っていう言葉もあったりするんですけど、自分の家族みたいな感じで、大切にする人たちみたいな意味ですね。はい。で、一方で、外というのは、外側、アウトサイド、外側の人たちのことですね。これは、例えばビジネスでの関係のだけの人とか、はじめまして、初対面ですの人とか、まだそんなに関係が深くなくて、親しくない、まだ親しくない人たち。自分の本音を話す仲じゃないってことですね。はい。で、日本人はね、この内の人にはよく本音で喋ります。例えば家族とかには建前で話したりはほとんどしないと思う。自分が嫌だなと思うことを嫌だって伝えるし、そう、内側の人たちには、そう、ちゃんと本音を伝えますね。はい。ただ、外の人、はじめましての人とか、ビジネスだけの関係の人とかは、建前をよく使うことが、多いかなと思います。結構無意識に多分日本人は使い分けちゃっているんですけども、内側の身内の部分と他人ですね。まだ仲良くない人たちには、言葉を使い分けて、本音と建前を使い分けています。はい。でもこれちょっと考えてみると、日本だけじゃなくて、皆さんの国にもあるんじゃないかなって思うんですけど、どうですか？ぜひ教えてほしい。はい。会社の上司とかに話すときとか、親友同士で話すときとか、家族と話すときとか、多分言葉遣いとか、話す内容とかもきっと変わりますよね。どうかな？ちょっとぜひコメントで教えてください。はい。日本はその内と外の差が他の国よりちょっと大きいというか、ちゃんと差があるっていう感じかな、おそらく。はい。だから日本人が全く本音を言わないんじゃなくて、日本人は例えば友達との距離だったり、相手との距離で本音の出す量を、調整しています。うん。この人にはちょっと本音話せるかもとか、家族だからもう全部話しちゃうよとかね。そんな感じです。はい。逆に言うと、例えば日本人の、例えば皆さんお友達ができたとして、皆さんに、その日本人の友達がポロッと本音を言い始めたら、私のこと内側の人間だなって思ってくれてるんだなとか、そういうサインかもしれないですね。ちょっと嬉しいですね、そうなったら。はい。そう、なので、本音で打ち解けるとかっていうのは結構、本当に仲良くなったなって実感できるかなと思います。うん。私も友達から親友になる時とかあるじゃないですか、多分ね。その時友達の状態だと多分まだ本音を言わない。だけど、コミュニケーション重ねていったりとか、一緒に過ごす時間が長ければ長くなるほど、やっぱりそこで、本音を出すチャンスがね、たくさん出てくると思うので、だんだん本音を出していくっていう感じですね。日本人にはね、なんでこんな本音と建前の文化があるのかっていう背景のちょっと話もまたしたいんですけど、理由はね、大きく分けて2つあるかなと思います。ちょっと今までにも解説したんだけど、1つ目は、和っていうのを大切にするからですね。そう、日本では昔からこの和っていう字、和っていうのは、皆さんとのチームワークだったりとか、調和っていうのをすごくね、大切にしてきた文化がもともとあります。はい。これ多分ね、昔の歴史的なバックグラウンドが関係してるかなと思うんですけど、日本ってもともとお米を作る、農業の国だったんですよね。お米作りって皆さん一人でできると思いますか？多分、一人じゃできないんですよ。田植えとか、稲を植えるっていう作業とかも昔は機械じゃないからみんなで多分協力してやってたし、お水の管理とか、稲が育ってきてお米ができて収穫するときもおそらく昔はそんなハイテクなものがないので、みんなで協力しながらそれを作っていたと思うんですね。はい。村のみんなで、町とか村のみんなで協力しないと、この農業っていうのは成り立たなかったんですね。だからこそ、自分一人の意見を強く通す、こうだからとか、やりたくないとか、そういうことを言ってしまうよりも、みんなと仲良く、このチームの輪を乱さないようにうまくやるの方が、最終的にいろんなプロセスがうまくいくから、大事にされてきたっていう感じですね。その名残が今の言葉遣いにも残っているかなと思います。正しいことをズバッとはっきり自分の本音をそのまま言っちゃうっていうよりも、
よくね、角が立たないようにって言うんですけど、角っていうのはここの部分ですね、角。ここがこう丸くなるように、角が立たないように、相手にとってこう突き刺さらないように、はい、柔らかく言うっていうのが、美徳とされてきたっていう感じです。ここでポイントなのは、日本人とのこのコミュニケーションでは何を言うかとかよりも、どうやって伝えるかみたいなこともとても重視してるかなと思います。日本人の感覚からすると。たとえ内容、私が言ってることが正論で正しいものだとしても、言い方がきつかったら、あの人きついなって思われちゃったりとかするんですよね。逆に言えば、ちょっと言いにくいこと、例えば相手のここを直してほしいみたいな。はい、例えばですけど片付けをしてくれない人がいるとして、ここ直してほしいな、綺麗にしてほしいなっていう時に、もうちょっと早く片付けしてよって怒るよりは、ちょっとここを綺麗にしてくれたら嬉しいなって言ったりするんですね。その方が、相手を立てながら、言えたら、逆にあの人感じがいいなってなるし、相手もスムーズに動いてくれますよね。わかった、片付けるねってなる。から、この感覚結構日本語を話す上で、人とのコミュニケーションをする上でめちゃくちゃ大事かなと思っていますね。はい。皆さんの国ではどうですか？結構はっきりものを言うタイプなのかな？どうかな？日本だからそうじゃない気がしますね、これは。コミュニケーションを円滑にする上で必要だからやっているっていう感じですね。あともう一つ、二つ目の理由が、察する文化があるからです。察するって言葉知ってる？皆さん。そう、察する文化。察するっていうのは、相手に直接言葉に出さなくても、相手の思ってる気持ちを、こう思ってるのかなって、気持ちを汲み取るって言うんですけど、汲み取ってあげること。日本では、言わなくても分かってよとか、空気を読んでねっていう感覚が結構強いんですね。なので、これを専門的にはハイコンテクスト文化って言ったりとかもするんですけど、言葉そのものより、その場の状況とか、関係性、友達だったり人との関係性とか、空気感とかに、たくさんの情報がすごく乗っかっているっていう文化っていう意味なんですね。このハイコンテクスト文化っていうのはね。だから日本人ははっきり全部言わないんですよ。ここまで言えば分かってくれるよねみたいな感じ全部言うのはちょっといいかなみたいな感じですね。必要ないかなっていう感覚です。相手が察してくれることを前提に言葉をあえて少なくするとか、その足りない部分を埋めたりするのが、建前とか空気を読むっていう力につながってるんですね。すごいコミュニケーションの仕方してるよね、日本人って。面白いですよね。でも結構それは、人と話すときはあるかなと思います。だし、でもやっぱりね、いいことばっかりじゃないんですよ。この建前とかを使うっていうのは、今までは結構ポジティブな意味で皆さん使ってますよみたいな。相手を傷つけないために建前というものを使ってますよって皆さんに今言ってたんですけど、もちろんデメリットもあるんですよ。フェアに話しますね。はい。デメリットは例えば、わかりにくいですね。本音が見えなくて、相手の心、相手が思ってる本当の気持ちがわからないから、何を言いたいんだろうってなる。これ日本人でもあります。この人は本当は何が言いたいのかなってすごく考える。あとは誤解が生まれますね。そう。例えば明日ご飯に行きましょうって言って、大丈夫ですって言った時に、この大丈夫は OK の方だなって思っちゃって、明日明日の予定があると思っちゃうとかね。そうそう。誤解が生じる。これはね、結構よくあります。どっちの大丈夫ってなる。日本人でもね。はい。あとはストレスになりますね。どっちかわかんないし、すっごく相手の気持ちを考えて話すから、ちょっと大変疲れちゃうっていう感じですね。はい。あれ断ってたのとか、気づかなかったみたいな。はい。大丈夫って言われて、その気持ちに気づけなかった。どっちかがわかんなくて、本当は行きたくないのに、行くと捉えてしまって、気づかなかったってなっちゃうことも、普通に日本人同士でもあります。日本人もね、そう、本音を言えなくてもやもやすることなんてたくさんあります。言いたいことを飲み込んで、本当はこう思ってるってことを飲み込んで、
ニコニコこう建前で対応して、なんかね、仕事でもすごく建前をよくいっぱい使うので、もうなんか建前たくさん使いすぎ自分の本音をなんか隠してね、言っていたので、家に帰ってからもうはぁって疲れちゃうみたいな。私昔の会社員の時そうでしたね。めちゃくちゃ疲れてました。人とのコミュニケーションに。はい。そういう日本人多分たくさんいると思う。私みたいに、大変な思いをしている人多分たくさんいると思うんですけど、だからね、建前文化っていうのはパーフェクトではないですよね。完璧じゃないし、必ずしもメリットだけじゃないって感じですね。最近とか若い人とか中心にもっとはっきり言おうよみたいな流れとかもあるし、文化って生き物なので、なんか変わってきますよね、おそらくね。これから日本も変わってくるんじゃないかなとは思います。じゃあ、皆さんね、日本語を勉強して、これどうしたらいいの？建前みたいになっちゃうじゃないですか。どうしたらいいのって感じだと思うんですけど、実用的にね、使えるようにしたいなと思うので、ちょっとお伝えしようかなと思います。はい。日本人と話すときのこの本音と建前に皆さん、日本語を勉強して皆さんがどう向き合えばいいのかを3つのポイントで紹介していきます。まず1つ目。言葉だけを信じすぎないでください。その人が発している言葉だけを信じすぎないってところ。はい。その言葉を 100% そのまま受け取らないことです。言葉の中身だけじゃなくて、時間の流れとか、その時の空気感とか雰囲気も一緒にトータルで見ていくって感じ。例えば声のトーンとか、表情とか、あとは時間、話している時間の感覚とか、あとは話の具体性とかですね。こういうところに本音が出てくると思います。さっきも言ったように、例えば今度ご飯行こう。いつ行く？来週はどう？って言われたら行きたい。それは本音として行きたいという気持ち。また今度また連絡するよとかって言われたら、また今度行こうねっていう感じ。まだ行きたくないってわけじゃないけど、次の予定は決めたくないっていう感じですね。はい。なので、具体的に話が進むかどうかが、特にわかりやすいサインかなと思います。あとはね、正直、遠回しの表現に慣れていくしかないっていうことですね。はい。やんわりノーのフレーズちょっと覚えておく。パターンとして覚えちゃうっていうのが楽かなと思います。例えば、ちょっと難しいですね。これ完全にノーですね。はい。あとは、検討しますねとかもノー。考えますねって意味なんですけど、検討しますっていうのはね。はい。あとは、前向きに考えますとかも、状況次第ではイエスにもなるんだけど、ほぼノーっていう感じです。考えておきますっていうのも、やんわりノーを言っているっていうサインです。こういうのをね、知っておくだけで、これは断られてるんだなっていうか、次の予定をはっきり決めたくないんだなって気づけるかなと思います。知識としてね、持っておくだけで、全然日本人との会話の聞こえ方が変わってくるかなと思います。で、日本人も、そして3つ目大事なのが、人それぞれなんですよ。これも結構大事で、全員が全員、建前ばっかりじゃないです。はい。はっきり、めちゃくちゃストレートに言う日本人も中には普通にいます。地域によってとかも違いますし、世代とか、若い人は結構はっきり言うとか、もあるかもしれないし、性格とかによっても違うと思います。私は特に結構あんまり自分の本音を昔から喋るのが得意じゃないので、結構建前みたいなものを使うことが多いと思います。これは性格によるかなと思います。なので、日本人はイコール建前が多いっていうふうに決めつけずに、こういう傾向があるんだな、こういう話し方の人なんだなって、思っていただけると嬉しいかなと思います。あともう一つ、私が日本語の先生として、日本語のコーチとして一つ加えるとしたら、皆さん自身は最初から建前を完璧に使いこなそうとしなくて大丈夫です。外国人のこの日本語を学ぶ皆さんがですね、ちょっとストレートに話しても、日本人は文化が違うもんねって、ちゃんと分かってくれると思います。むしろ大事なのは、相手の建前、日本人が喋ってる建前を受け取れるようになることですね。なので、相手のまた今度ねってとか、そういう言葉を正しく汲み取ることができたら、それだけでコミュニケーションってすっごくスムーズに進むと思います。ちょっと今日はね、
ハイレベルジャパニーズの話をしたかなと思うので、もしわかんないことがあったら追加でコメントに質問してくれたら嬉しいです。うまく話せたかな。私もちょっとね、うまく話せてないかもしれないんですけど、今日は本音と建前について話してみました。はい。ちょっと最後にまとめますね。はい。本音というのは、自分の本当の気持ち。建前っていうのは、その場で考えた相手に対する優しい言葉。はい。そして、建前というのは、決して嘘じゃない。嘘の気持ちを言ってるわけじゃなくて、思いやりの気持ちですよってところ。そして日本人の感覚として、内と外の関係をよくね、使うんですけど、内と外で本音と建前をよく使い分けています。その背景には、和ですね。この調和とか、そういったものを大事にする心と、日本人は結構察する文化っていうのが、もともとあるからっていうところになります。日本では空気とか、人間関係とか、思いやりを結構ね、大事にするから、何事もね、柔らかく伝える文化がね、もともとにあるかなと思います。なので日本語を聞くときは、ちょっと言葉の裏側、本当この人どう思ってるんだろうとかを、ちょっとだけ想像してみると、日本語への理解が一気にね、深まるかなと思います。そして日本人との距離もね、ぐっと近くなるんじゃないかなと思います。皆さんはね、皆さんの国ではどうですかね？結構ストレートに話す？それとも建前もよく使ったりしますか？ぜひそれも私に教えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。なんか日本の感覚に近いよって国があるかもしれませんよね。多分、国によって本当に全然違うと思うので、ぜひコメントで教えてください。はい、私もすごく知りたいです。それからですね、リクエストも、大歓迎です。例えば私にこういうテーマで話してほしいとか、この日本語の意味がわからないとか、みたいなのがあれば、どんどんコメントで教えてくれたら嬉しいです。皆さんからのリクエストからも次のエピソードを作っていきたいなと思っています。はい。で、今後ですね、実は私今一人で喋ってるんだけど、誰かとね、喋ってるポッドキャストとかもね、いっぱい撮りたいなと思っています。会話ね。一人で話す時の言葉と会話で、そういう人と人間関係にもよるけど、仲のいい友達だったらめちゃくちゃラフな言葉だし、ちょっと年上の方と話すときは敬語を使ったりするので、ちょっといろんな方とね、コミュニケーション、会話をしながらのポッドキャストもちょっとチャレンジしてみようかなと思っています。それでは今日もね、最後まで結構長い時間になっちゃいましたけど、聞いてくれてありがとうございました。少しでもね、良かったな、面白かったな、とか、ためになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録をぜひ、まだしてない方はよろしくお願いします。それが私のこの動画を作るモチベーションになります。とっても。はい。それではですね、また次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日もありがとうございました。またねー。